はい、金坊主でございます。今日はですね、R3 さんの新しいサービス、グスクフラクソンをちょっとね、設定して触っていこうかなと思います。何かっていうと、この動画の前に多分出してるかなと思いますが、キントーン MCP 経由で生成 AI とつなごうぜみたいな動画出したんですけれども、それのリモート MCP 対応の、キントーンに特化した生成 AI とつないでくれるツール。で、この MCP って何ぞやというと、前の動画でも話したんですけど、タイプ C の、その USB のケーブルみたいな感じで、生成 AI とキントーンつなぐ。このケーブルが、ある意味 MCP みたいなもんやで、みたいな話は、前回しました。で、このケーブルがローカル。自分のパソコンの中とかで動いてつないでいってくれる。結局ね、どっちもオンラインなんですけれども、それを自分のところのパソコンで処理するものと、クラウド上で処理するもの。で、前回の動画ではここを Google クラウド LAN を使ってやったんですけれども、設定がね、結構ね、めんどくさかったりとかしますし、あと権限設定とかもね、いろいろと大変なので、動画でも結局、製品使ったらいいんじゃないですかみたいな話はしたんですけれども、いくつかあるうちの製品の一つがこのフラクソン。で、今、プレビュー版が出てますので、正式版になるんかなと思うんですけれども、軽く設定をしてみて、触ってみた感じでいくと、めちゃくちゃキントーンに特化してて使いやすい。そのいい部分と、その設定していくまでのね、流れも全部お話ししていこうかなと思いますが、プレビュー版なので、僕が今から動画で作って喋ってから、急にガラッとね、見た目とかも変わるかもしれないですけれども、その点は気にせず言ってください。一番大事なのは、先ほどもお話しした安全に生成 AI とつなぐよと。生成 AI とキントーンを MCP でつなぎますよと。でその MCP をこのグスクフラクソンが代わりとしてですね、いるわけですわ。グスクカスタマイン使ったら使えるじゃないかと。キントーンでってなるんですけれども、キントーンの中で使う AI っていうのは、こちら、オープン AI を呼び出してテキストを生成するっていうのがあるんですけれども、ここは、その結局ね、AI を使うのは使うんですけれども、プロンプトここでもうすでに最初カスタマインの方でセットしてるんですね。ユーザー側からしたら、プロンプトを書くっていうよりも、もうプロンプト書かれていることに対して、もうオーダーを出す。で、書かれているプロンプトに対しての、生成されたものが返ってくる。なので、自由度っていうところはそんなに実はないんですよね。今回のこのフラクソンの場合は、外に生成 AI があって、ここでですね、まず、そもそも AI からも依頼を出すと。でこれは人が、依頼を出す場合もあればですね、タスク組んでおいて依頼を定時とかに出すってこともやれるかなと思います。その中で飛んできて、そこでフラクソンで、これは本人なのかとか、本当にこれやっていいのかとか、あとはアプリね、許可されたアプリなのかとか、そのユーザーはそれは許可されているようなことを言ってるのかとか、その辺を判断して、で、均等に飛ばしてくれるというところがあるので、ここはある意味、関所ですね。ここにも書いてますけど、関所みたいな形で使っていきましょうよというところで、まだ今何の設定もしておりません。接続していきましょう。まず、キントーンのドメインを入れて、クライアント ID とクライアントシークレット。このクライアント ID とかの情報はですね、こちら、cybers.com の外部連携、OAuth で、高度な連携を設定するで追加してですね、リダイレクトエンドポイントっていうのがあります。これが先ほどのページにあったので、そこを入れて、クライアント ID とクライアントシークレットを入れておくと。OK。で、管理者としての OAuth 認証をします。で、いいよと。これでここが認証済みになりました。で、テナント設定ですね。で、月間 MCP の呼び出しが30万回というふうに決まっています。で、20人までは呼べるみたいな感じですね。とりあえずここは大丈夫でしょう。で、次にリモート MCP を接続します。推薦と手動とありますが、今回は推薦でいきましょう。クロードの方をつないでみようと思いますので、カスタムコネクタを追加ですね。で、名前リモート許可ですと。私のクロードがつながっているっていうのがわかるようになりました。これは無効化とかもできます。で、スキルもダウンロードできますので、一番最新のレコードはどのキントンアプリっていうふうに聞いてみます。
すると、これは均等のことなんだなというところで、グスクのスキルが動き出して、アプリの一覧は取得できましたよと。ただ一番新しいレコードがあるアプリを出すには各アプリの最新日時を集計する必要があり、分析ツールを呼び出しが1アプリずつに発生します。で、どうするかって聞かれて、別に今したいわけじゃないので、もういいです。僕のキントーンと、がつながりました。これぐらいであればですね、最初の方のキントーン MCP、普通に、ちょこちょこっとね、前回のやつでもね、つなぐことはできるんですけれども、これを使う一番の意味が、いろんなね、制限をかけることができる。例えば、管理者と利用者で使えるこの許可スコープですけど、できることを変えていくであったりとか、アプリのね、制限を変えることができる。基本は閲覧できるようにしておいてるんですが、例えばこのアプリは動画分析ってアプリがあるんですけれども、これは利用拒否をしておきます。じゃあすると、アプリ ID48 に登録されているレコード数はと、今、利用拒否に設定してるんですけれども、例えばユーザーが拒否してるってことを知らなくて、あのアプリどうやったかなみたいなのを見に行こうとしてます。という体です。できないですね。できないとなっています。今、ダメよって言われたけども、いいようにしましょう。閲覧だけならいいよと。アプリ ID に登録されているレコード数は406件ですよと。じゃあもう一回ね、何度もあれですけれども、閲覧の権限を、利用拒否になりました。このことを繰り返すことはないんですけれども、さっき取れたけど今は取れないよとなりました。で、これがですね、それぞれアプリに設定できたりもしますし、レコードの条件、レコードのステータスが閲覧 OK やったらとか、そういうような絞り込みというか条件設定をすることもできます。あとはアプリの名前を付けること、AI が使う名前とかをここでね、設定することもできるみたいですし、今アプリ ID を1個ね、登録しましたけど、この ID の48のフィールドコードがいろいろとありますが、これがもう非表示とかにできる。ここですよね。ここがめちゃくちゃいいなと思ってて、例えば、個人情報がちょっと入っているようなアプリがあったとしても、そもそも AI 見に行けなくするみたいなことももちろんできるし、カスタマインとか使ったらですね、その個人情報が入っていない状態の、レコードを別のアプリに登録するみたいなことが簡単にできるわけですよ。ジョブランナーとか使えば。でさらにそこでも、キントーンの運用上は使うんだけれども、生成 AI に見せる必要はないよねってなってくるときは、ここで非表示にすることができる。表示、書き込み、表示、マスクね。だから分からんようにしてくれる。書き込みのみ、非表示みたいなこともできたりしますので、細かく設定することができる。あとはアプリの意味、定義、アプリが扱う業務、主なシーンとかを文脈を入れておくみたいなこともできたりしますし、あとは誰が触ったのかっていう監査ログとかを入れることもできますが、個人的にいいなというのは、やっぱりこのアプリの利用制限、キントーンのアプリの権限のように、生成 AI に対しても、ここを、さっきの関所じゃないですけど、関所の設定がしっかりできて、さらに細かく設定ができる。で、いろんなサービスあるんですけど、キントーンに特化しているがゆえに、キントーンユーザーは設定しやすくなっているなっていうのが、このグスクフラクソン。で、さらにダッシュボードがあるので、どんな感じやったのかっていうのをここでね、見ることができます。まだプレビュー登録なので、エブリサイトみたいな感じですね。このサイト自体が多分エブリサイト、パワードバイエブリサイトになっているんで、エブリサイトのような形で、いずれ正式リリースされていくんかなと思いますが、まだ今無料で使えるので、実際に生成 AI を使って、キントーンの情報をより活用したいなっていう場合、ただ活用はしたいんだけれども、できるだけセキュリティの部分はしっかりと設定しておきたいっていう方に関しては、抜群なサービスかなと思います。生成 AI とこのキントーンつなぐっていうのであれば、別に、これを契約しないといけないというわけじゃなくて、ご自身でサイボーズのデベロッパーネットワークにあるようなものを使ってですね、ローカルで組むってこともできますし、
AWS とか Google クラウドランとかを使って組むってこともできる。ただ、組めます。で、もちろん、その組み方によってとか、権限の設定とかね、付与の仕方によっては、もちろんしっかりとね、セキュリティ担保された状態でできるんですけれども、複数名、チームで使う。で、そこに対して、管理者として設定しやすい環境が欲しいなという部分と、あとは均等の親和性のあるような形で、そのあたりの設定したいってなってくると、これは抜群にいいんじゃないかなと思います。他のね、いろんな製品もあるので、それぞれまたね、いいところ、悪いところあるかなと思います。例えば、これはもう均等に特化してます。他社の製品でいくと、逆にキントーン以外も使えますよっていうのもあるんですけれども、キントーンに情報を集約してて、キントーンだけ見れればいいよっていうんであれば、もう、今のところですけれども、もうこちら正直一択じゃないかなというぐらい、画面見たらわかるように、もうキントーンに特化はしていますので、まだプレビュー版ですけれども、R3 さんのグスクフラクソンをご紹介しました。概要欄の方にですね、またリンク貼っておきますので、見ていただけたらなと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you love me.